ニュース落語。海外が騒ぐ、日本がずれる。師匠です。海外メディアがなぜ日本の財政悪化を報じるのか。背景には、日本の国債は海外と前提が違う問題があります。海外メディアがまず気にするのは、税そのものより、財政運営のシグナルです。今回の論点は、食料品の消費税ゼロ等の減税が政治的財源の裏付け、市場の信任を揺らすという見立てです。海外報道では、減税で税収が年約5兆円減る点や、社会保障、投資需要がある中での歳入減を問題視する論調が出ています。要は、日本の制度、投資家構造の特殊性より先に、財政が緩むサインとして読まれやすい。大事なのは、日本の債券市場の特殊性をどこまで踏まえた記事なのかということです。海外の財政不安テンプレがそのまま日本に当てはまりにくい理由は主にこれです。海外メディアが日本の減税は危ないと騒ぐ。その理由は大体3つ。1つ、税収が減ると国の財布が薄くなる。2つ、金利が上がると借金の利払いが重くなる。3つ、一旦下げた税は戻しにくい。ただし日本は国債が円建てで、買い手が国内中心、しかも日銀の存在感がでかい。ここが海外と前提が違う。だから海外のテンプレをそのまま当てると話がずれる。とはいえ金利が上がる局面では政治が財政ルールを緩めるのかが市場心理に刺さる。海外報道は破綻宣言というより荒れる目への警戒と見た方が筋がいいってわけです。出典はヤフーニュース2026年2月2日配信で紹介されたブルームバーグ通信、仏レゼ公紙、A フィナンシャルタイムズ、ベルギー紙、スタンダルドの各報道でございます。ここからは落語でお楽しみください。落語、国債は売られるが、話は売るな、の巻。師匠、大変です。なんだい、国債が紙くずになったのか。海外メディアが日本の財政悪化だって叩いてます。叩くのは太鼓だけにしとけ。で何が気に入らねえんだ。消費税ゼロはダメだって。トリプル安が来るって。トリプル安ってのはな、株と債券と通貨が一緒に転ぶやつだ。怖いですね。怖いのはお前の理解力だ。でも師匠、海外の言い分もわかりますよ。借金が GDP の 230% だって。数字はでかいと怖く見える。だが日本の国債や円建てだ。円建て、うちのツケだ。近所の飲み屋で回ってる帳簿みてえなもんだ。じゃあ海外は関係ない？関係しにくい。買ってるのが国内中心だからな。じゃあ安心ですね。安心していいとは言ってねえ。金利が上がると利払いが重くなる。海外がトラス氏の瞬間だって言ってます。リズ・トラス氏ってのはな、国債、株、通貨のトリプル安を招いた当時のイギリス首相のことだ。トラストかと思ってました。でもな、瞬間で済めばいい。しかしな、あれは比喩だ。怖がらせるのに便利なんだよ。じゃあ結局、海外は日本の特殊性を分かってないんですか？分かってても描かねえ時がある。読者が喜ぶ絵を先に描く。うわ、メディアって。お前だって落語でオチを先に考えるだろう。師匠、
じゃあ日本は何を気にすれば？政策の一貫性だ。下げた税を戻すときに揉める。そこを市場が嫌う。なるほど。それと日銀だ。でかい買い手がいるってのは特殊性だが、それも永遠じゃねえ。じゃあ僕、結論言います。海外が騒いでも、日本は特殊だから大丈夫。お前の結論はいつも早い。特殊でも雑に運転すりゃ事故る。じゃあどう言えば？こうだ。海外のテンプレは雑。でも市場心理は侮れない。師匠、うまい。うまいのは寿司屋に言え。こっちは国債だ。国債って食えます？国債は食えねえが、国債買うのは食えない話じゃねえ。お後がよろしいようで。